やめてくださいよって。ちょっと足す。こんにちは。今日はですね、八景について、お話ししてみようかと思います。八景というのは、中国憲法とかでね、僕が中学生ぐらいの時に本読み漁ってた時に、よく、出てきていたキーワードで八景ですね。触れたところからボンと威力を相手に伝えるとか、当たったところではなくて内部に衝撃を伝えるとか、それにね、ものすごい昔憧れたんですよね。当時は YouTube とかそういうのもないですし、書物に書いてある言葉で、それをね、想像してイメージを膨らませて、漠然と憧れを抱いて、やはりね、その一般常識では考えられない打撃の威力っていうのにずっと憧れがあったので、実際ね、そういう打撃を目にしたことがあるのかっていうと、そういうわけではなくて、でもね、そこに至る答えがどっかにあるんじゃないかなっていうことで、一生懸命研究してきたわけなんですけども、憧れた打撃のイメージの一つの形が八景だとすると、今それについてどういうふうに考えているかっていうことをお話ししていこうかと思います。研究していけばいくほど、体の運用をどれだけ効率的に高めていくかっていうことを考えれば考えるほどですね、立つこと、正しく立つことっていうのが本当に大事なんだなっていうことをすごく痛感するんです。中鉄の稽古会でもとにかく立つことっていうのを、ほぼ、その鍛錬に尽きると言っても過言ではないぐらい、立ち方、姿勢、立つことについて稽古していきます。でですね、姿勢の稽古というと、立つ稽古と、例えばその移動をしていく稽古とかあると思うんですけれども、僕がね、特に大事だと思っているのは、移動を伴う稽古ではなくて、その場所にどれほど強く立っていられるかという、これがね、一番威力をもたらすのに上で、一番大事なんじゃないかなと思ってるんです。今は僕はもう、そういう結論に達しています。そうするとね、中国憲法って、立前とか短刀とか、こう立っているだけの稽古っていうのが結構あるじゃないですか。あれもね、正しいやり方で、その目的が、きちんとしているのであれば、あの稽古っていうのは、やはりね、まさにあそこに極意が詰まってんじゃないかなっていうふうに、感じています。触れてトンと威力を出す上で、本当の基本的な考え方について、解説してみようかと思います。ドンと威力を伝えるときに、一番大事なのは、腕をドンと動かしたときに、必ず反作用が自分に対して返ってきます。それは、押した方向とは真逆ですね。なので、こう力を伝えるのであれば、僕の体をこっちに押し返す反発が返ってきます。そんなの当たり前じゃないかと思うんですけれども、この反発をですね、本当にシビアに考えている人っていうのがあんまりいないんですね。ポンと力を加えた時に、ほんの少し反発があるのは当たり前だとみんな思っているので、この反発が、例えばこれぐらいあるのか、もしくは本当にこれぐらいで抑えられているのかっていうことで、相手に伝わる威力っていうのはもう全く変わってくるんです。で、理想的にはですね、何にも反発が来ないのがもちろん一番です。そうすれば自分が手を出した威力がそのまんま全部相手に伝わることになりますよね。まずこの考え方が非常に大事。その姿勢の強さの検証として、
何段階かに分けて解説していきます。例えば、相手に向こうから胸を押さえつけられているとします。自分が相手を押し込むつもりで、前に移動しながらぐーっと力を加える。自分の移動を伴って相手に力を伝える。相手がいれば検証してもらいたいんですけど、これはですね、実は意外と力を出しやすい動きなんです。動きを伴って相手に力を伝えるっていうのは、まず第一のパターンは自分を移動しながら力を伝える。これは意外とやりやすいです。で、次のパターンは、今度は自分は一切動かない。この場所に止まっている。で、相手がこの胸を強く押してくる。なので自分は受け身ですね。前に出られないけど、後ろには押されないように、しっかりとこれ耐えてみる。そうすると、びっくりするぐらい難しくなるんです。自分が前に出るときは、ある程度力が出せたのに、来た力にだけ抵抗して、後ろに行かないようにだけ頑張ってくださいって言うと、簡単に動かされるようになってしまいます。こんなに力の出方が違うんだ。っていうふうになります。そこに、留まっていようとする力だけを発揮するっていうのは結構難しいですね。実は。じゃあ次に、3番目。これが最後ですけど、今度はですね、ドンと押される。じわじわじわっと押されるんじゃなくて、胸をドンと押される。そうすると、ドン、もう簡単に、ドン、びっくりするぐらい力が入らなくて、後ろにのけぞってしまいます。これね、やってみるとびっくりするぐらい力が入らない。衝撃を瞬間的に受け止めようとするのはものすごく難しくてですね。じゃあ、この、触ったところから瞬間的に力を出すときっていうのは、自分も瞬間的に力を出しているわけなので、返ってくる衝撃も瞬間的に返ってくるんですよね。そうすると、さっきドンと押されたような衝撃と似たような衝撃で、自分の体にドンと返ってくる。ドン、こういう感じですね。こういう衝撃に対して人の体すごく耐えることが難しくなるので、これが威力が出せない原因、一番大きな問題ですね。一番大きな原因となります。ですので、触れたところからじゃあドンと威力を出せるにはどうしたらいいかというと、瞬間的に自分の体にドンとくる衝撃にぐらつかない姿勢、要するにこの場所にずっと強く立ち続ける姿勢というのが大事なんです。勢いをつけて前に動く姿勢、力ではなくて、外からドンとくる衝撃に対してプッとびくともしない体作りが必要だと。この力を出すのはものすごく難しくて、徹底的に鍛錬していかないとこの力っていうのは身につかなくて、それがいわゆる立って姿勢を練る稽古につながっていくんですね。前から横からの衝撃に対応できるような状態を作るために、これでもいいです。この立ち方でここにどうやって強く立とうかと。で、そのための姿勢とか、体の使い方とか筋肉の使い方とか骨格の使い方ですね。そういうのを考えていくのがこの立つ稽古。立ち方を練っていく稽古ということになって、これを練っていくことで、ボン、ドンと自分の手から発した力が自分ではなくて全部相手につるんと、貫通するように伝わるので、強力な威力が出るっていうことにつながっていきます。結論としては、発勁を高めていくためには、その場にいかに強く立っていられるかの練り方をしていくことが絶対的に必要だと。で、勢いをつけてパンチを打つような練習だけでは、この強くとどまる力っていうのはなかなか養成されないので、これはこれで特化して鍛えていかないといけないなっていうふうに思っています。じゃあ、実際にパンチ出すときに移動しながら、打撃を出すこともあるじゃないかっていうことを、よく言われますけど、それはもちろんなんですけども、止まった状態で反発に負けない姿勢ができれば、今度はその姿勢を維持して動くと。
そうすれば、さらに別の次元の威力が出るので、ドン、これで威力が出せるようになれば、今度その姿勢を保って、ドンといけば、当然、もうさらに威力が上がっていきますので、そういった考えで、終鉄でも稽古をやっております。以上ですね。いいなと思っていただいた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。